正当化してるだけなんじゃないかと。皆さん、前回の動画では突然のびっくり発言にもかかわらず温かく見守ってくださるようなコメントをたくさん寄せていただき、本当にありがとうございました。今まで動画でどこの学校に通ってるとかはもちろん言ってこなかったので、通信に変わるってこともいちいち言わなくても良かったのかなとも思ったんですけど、あえて言いたいなって思って、それはなんでかっていうと、やっぱり学校に通う中でみんないろんな悩みを抱えているっていうことを YouTube で活動することによって、コメントだったり、あとインスタの DM だったりとかですごく送ってくださる方が多くて、例えば友達とうまくいかないとか、勉強についていけないとか、あとは家庭の事情でとか、体調がどうしても悪くてとか、本当にみんないろんな事情があって、でもみんなに共通してるのが、それでも学校に通おうとしているっていうことだったんですね。一般的には全日制の高校に通って、月曜日から金曜日の朝から夕方まで学校にいるっていうのが普通の通い方だと思うんですけど、それ以外の選択肢もあるし、それ以外の方法で高校を卒業することもできるっていうことを自分が発信したら、もし悩んでいる方の背中を押したりとか、何かためになる発信ができるんじゃないかなと思って、ちょっとうぬぼれかもしれないんですけど、あえて発信してみようかなって思いました。もちろんいろんな志を持って学校に通っている方がいると思うので、誰でも簡単にじゃあやめて通信行きなよとかっていう風にもならないのはもちろん分かってるんですけど、そういう方法もあるよってことで発信することで気が楽になったりとか、視野を広げて見ることができるようになったりとかっていう、それはそれでいいことなのかなと思って、でこれからまた通信に編入してみてどうだったかとか、いろいろ動画の中で伝えていこうと思います。もうすでに通信にどうやって編入するんですかとかって質問くださったりとか、どんな雰囲気ですかとか、私も考えてますって方も多いんで、そういう方のために有意義な発信をしようと思います。よろしくお願いします。今日の動画の一番最後に通信制高校についての質問にお答えしたり、前回の動画に対する反響についてお話ししていますので、ぜひご覧ください。
ててみます。フライパンまでついてる。今回ご紹介いたしました KTC さんのメガパッド、詳細は概要欄からぜひご覧ください。お姉ちゃんのやつじゃないんだよ。お姉ちゃんのじゃないよ。はい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 。はい、ちょっとだけね。豆腐少なくないこれ。
日からユニバに1年ぶりぐらいに行くんですけど、パッキングして準備したいと思います。
さっき歩いて帰ってきたんですけど、雨がすごい降ってきちゃった。出てきてね、一回。じゃん。
こっち。みーちゃん。みーちゃん。あれ。どうやって編入するか。なんか今まで通ってた学校から通信に変わるために、いろいろ手続きが必要で、私の場合は2年生の期末まで前の学校に在籍して、今年度の頭からもうすぐに編入するっていう手続きを取ったんですけど、編入するときに必要な書類がいろいろあって、前の学校でどの教科でどれぐらい単位を取ってるかっていうのを引き継いでもらわなきゃいけないんですよ。編入したい通信制高校にまずは申し込みして、試験とかあって、で、合格ですってなったら、そう、書類を一式もらってくるんですけど、その書類をその前の学校に一部書いてもらったりとかするものがあるっていう感じで、なので、もし今、学校行けてなくって、でも通信に編入したいなって考えてる人がいたら、辞める前に、とりあえず行かなくてもギリギリまで在籍して、退学した次の日から通信に在籍するっていう形を取らないと、一回辞めちゃって期間が空いてから通信に行く。編入じゃなくて転入っていう風になると、またちょっといろいろ厄介らしい。どういう風な影響があるかっていうと、前の学校の単位を引き継げないとかあるのかな、ちょっと曖昧なんですけど、なんでもし考えてる人がいたら、ギリギリまで在籍だけはして、で、退学した次の日から通信っていう風にも、空き期間がないような形で、転入じゃなくて編入するといいですよ。これは、通信制高校の先生に教えてもらいました。どんな人がいる、通信制高校にどんな人たちが通ってるかなんですけど、私が見た感じ、別に普通に今まで通ってた公立の高校にいるような人たちと同じ雰囲気っていう感じで、人たちの雰囲気は別にそう大差ないんですけど、例えば一番多いのが、バイトとかして、働いたりとかして、経済的にも力をつけながら、学業もやりたいっていう、両立したいっていう人でしょ。あとは、やっぱり体の調子が悪くてとか、病気があってとか、でも学業は諦めたくないっていう人。あとは結構珍しいパターンで、もうガチ勢、勉強のガチ勢で、めちゃくちゃ偏差値の高い学校に通ってたんだけど、それももう、自分のレベルじゃないというか、もっと高いところを目指したいみたいな人が、経歴を手に入れるためだけに通信に通って、あとは、独自で学習してるみたいな。塾行ってんのかなわかんないですけど、自分で勉強したいみたいな人もちらほらいる。なんで、本当にピンからキリまでいろんな人がいるって感じ。人付き合いっていうか社会生活、集団生活が苦手で通信に来てるって人ももちろんいるし、いろんな人がいる。でも、どの人も、認められるべきっていうか、別に誰かが否定したりとかする権利もないことだから、自分の、考えとか価値観とか、ライフスタイルに合わせて通ってるっていう感じ。だから、すごいしっかりした人が多いなっていう印象でした。やっぱり自分でお金を稼ぎながら学校に行くって大変じゃないですか。家の事情もあるだろうし、そう、だから、芯がしっかりしてる人とか、あと目標が明確な人とかすごい多いなって思って、雰囲気はすごいいいですね。ただね、ちょっと、動画の中にもちらっと言ったけど、ちょっとやんちゃな人も多いっていうか、それもまた事実っていう感じ。すごいおとなしくて、人とは関わらないっていう人もいるし、本当にいろんな人がいます。お金はかかるんですかと。お金はね、かかります。前の学校でどれぐらい単位を取ってるかによって、また違ってくるんですよ。っていうのは、1単位いくらっていう風な決まってるんで、で、その1単位がいくらなのかっていうのは学校によって違うのかな。だいたい8000円とか1万円とか、それぐらいが相場なのかな。なんで、例えば、今まで不登校だって、あんまり学校に行けてなかったよっていう人だと、単位を取り返さなきゃいけないから結構お金がかかったりするのかな。私一回も休まずに行ったんで、割と単位は足りてるっていうか、今のところ順調なんで、そんなにいっぱい払ってないんですけど、それでも、いくら払ったかな。入学金とか、取りたい単位の数でしょ。
あとその自分の進路によっても、私は進学がしたかったんで、ちょっと進学に強いコースみたいなのに入ったんで、でもちょっとお金がかかると。なので、どうかな。40万円ぐらい払ったかな。30万円とか40万円とか、それぐらいかな。でも人によっても学校によっても全然違うって感じですね。安いところだともっと安いと思うけど、本当に人によっても学校によっても違う。1単位いくらの部分に関しては、高校無償化の補助金が何割か出るので、そこは最初払って何ヶ月後かに戻ってくるみたいな。補助金がもらえますよみたいな感じ。入学金とか、なんかよくある施設利用料とか、あの辺は全然関係ないんですけど。はい。学力レベルは、ピンからキリまでいろんな学力レベルの人がいるんで、あれなんですけど、例えばですよ、めちゃくちゃ偏差値の高い学校に行っていて、通信ってなると、ちょっと物足りない人もいるかもしれない。歌のすぎるかわいい。校則はどんな感じなのか。私の言ってるところは全くないわけじゃないんですけど、髪を染めるとか、ピアスを開けるとか、そういうのは全然何も縛りがなくて、服装も縛りはないんですけど、ただ、やっぱり、タトゥーがめっちゃ入ってるとか、そういうのはやっぱダメなのかな。うん。あと授業中にこう帽子をずっと被ってるとか、そういうのもやっぱ態度として良くないからダメなのかな。あとはバイトしてもいいし、車の免許とかも取ってもいいし、先生に最初に言われたのは、その法に触れること以外は何しても基本的にはいいよって。だからそのお酒を飲むとかタバコ吸うのは絶対それはダメなんですけど、一般的な公立の高校で禁止されてるようなことを、服装もそうだし、そういうのは全然言われないです。でも意外とみんな制服で来てる人が多いですね。制服とか前の学校の体操服とか、結構カジュアルな感じ。そんな、めっちゃおしゃれしてきましたみたいな人も、そんないないかな。ラフな感じです。進学できますよ。ただ、やっぱ目指す学校のレベルもいろいろあるんで、名古屋大学行きたいですとかね、南山行きたいですとか、中京行きたいですって言われると、それは通信の勉強で足りるかって言われると、ちょっと疑問なんですけどね。でも、進学する人の方が多いって言ってました。大学もだし、あと専門学校とか。で、私の行ってる通信制高校は、その進学に特化したコースみたいなのがあるので、そういうのを利用するのも一つの手かなと思います。なので、通信に行ったからって言って、大学に行けないとか、そんなことは全くないです。でね、この間、動画を公開して、ほとんど皆さんは頑張ってねとか、応援してるよとか、YouTube をやるごときのことで学校辞めるなんてもったいないとかあるし、あなたは高校生っていうそのバリューでチャンネルが盛り上がってんだから、あなた女子高生じゃなくなったら価値がないわよみたいな。あとは、もうめっちゃストレートにがっかりしましたとかもあるし、あとその A 君と B さんの件を利用して、その自分が YouTube を続けるってことを正当化してるだけなんじゃないかとか、いろんな意見がありましたね。もちろん受け取る人によってはこういう意見が出てきても当然かなって思ってたんでいいんですけど、ごときでって、ねえ、あなたにとってはごときでも私にとってはごときではないと。学校辞めることがもったいないっていう人もいれば、私はそこに居続ける方が自分がもったいないって思ったんで、辞めましたと。で、JK でなければ価値がないと。いや、通信制高校って高校だから一応 JK かなって思ってるんですけど、どうなんでしょうか。がっかりしました。がっかりさせましたっていう感じで。あとこれ正当化するなって、そういう風に聞こえるかなあ。やめたくてやめるっていうよりもやめなきゃいけないよなっていう感じで、やめなきゃ嘘だよな、みたいな。自分の心の声を聞いたときに、ここでやめないのは情けないよなって思ったっていうか、なんで、どっちかって言ったらですよ、残る方が自分の中では簡単だし、安心安全みたいな、だったんですけど、やめる方が自分の中では難しい選択だったので、正当化するって思われるのはちょっとまた違うのかな。
でも自分が発信した前回の動画で1から100まで全部のことをあれこれ説明したわけじゃないので、そういう風なここにあるような意見が来てもしょうがないかなって思ったんですけど、ちょっと通じてない部分もあり、そうそう。ヤフーニュースになっちゃって、ちょっと思ったんだよね、動画出す前に。なんかよくYouTuber の人がこういう動画上げましたみたいな記事が出ることあるじゃないですか。なんか自分も書かれんじゃないかなって思ったんですけど、案の定書かれて、ニュース経由でなんか見に来る人とかいるじゃないですか。そういう人たちが、なんか、行ってきたりとかして、怖いって思いました。でも意外と応援してますとか言って、私のチャンネル全然見たことないような人でも、そうやって言ってくださる方が結構いらっしゃって、すごい嬉しいなと思いました。あとは、その現役の学校の先生からコメントが来たりとかして、そういう先生の立場で、私のことを肯定してくださったりとか、本当にそれも嬉しかったですね。思い出してもなんかちょっと涙なんですよ。それすごい嬉しかった。あとは、母のことを、なんか、よく言ってくれたりとか、クラスとか、A 君のことをすごい褒めてくれたりとかする人も多くって、本当に嬉しかった。でも中には、定期代は親が払うべきだ、みたいな。いや、そういう話じゃない、みたいなって思いながらコメント読んだりしましたけど、本当にいろんな人がいるなって思って。これ、いいでしょ、このメガパッド。これからいっぱい使うよ。これを言ってる人たちってやっぱり学校にちゃんと行って大学も行って一般的な企業に就職してみたいな道を見て学業をされているもしくはされてきた方々なのかなって思うんですけど、もちろんそれも一つの人生だし、自分はそんなに勉強ができないんですごい頑張って勉強してる方とか本当にすごいなって尊敬するんですけど、正しいと思うんですけど、でもそうじゃない考えもあるし、みんなそれぞれ生きてきた環境、育った環境も違えば、親も違うし、経験値も違うし、能力も違うし、価値観も違うとなると、自分と違う考えの人が出てくるわけですよ。なんで、私と違う考えの人と言ったら、まさにここに言っていらっしゃるような方々の価値観は自分と全然違うんですけど、でも正しいと思うんですよね。その勉強をちゃんとして、将来食いっぱぐれないように、どこの会社にも通用するように、学歴は積みましょうと、本当に正しいと思うんですけど、じゃない考えの人が出てきたとして、それを、自分の物差しに当てはめて、こうするべきだとか、それは間違ってるとかっていうのは違うんじゃないかなと思いました。はい。なので、もし私はこれからの人生で自分と違う考えの人が出てきたときに、それは違うよとか、こうするべきだよとか、それは絶対に言っちゃいけないって。もし自分が腑に落ちないことを言ってるなって思ったとしても、あ、そうなんだねって、肯定はできなかったとしても否定もしないみたいな、そう、人それぞれ考えがあるよねって尊重できる人でいようって思いました。はい。